ひろゆきさんはディズニー好きですか？割と好きです。何のアトラクションが好きですか？すげえ優秀な脚本家が書いてたりするので、ディズニー映画は大体面白いんですよね。新しく上海でできたディズニーランド以外、僕全部のディズニーランド行ってるんですよね。香港のディズニーランドとか、フロリダとか、ロサンゼルスのだったりとか、フランスのディズニーランドとか。なので、ディズニーランドマウンティングをするときは、僕、ディズニーランド結構行ってますよっていうマウントをしたりします。ディズニーランドについてどう思いますか？また行ったことありますか？僕、東京のディズニーランドとフランスのディズニーランドとカリフォルニアにあるディズニーランドとフロリダのディズニーランドと香港のディズニーランドに行ってるので、ディズニーランドに行ったことはありますかって言われると、多分地球上に存在する全てのディズニーランドに行ったことがあります。はい。好きなジブリ作品とディズニー作品を教えてほしいです。もののけ姫でディズニー作品なんだろうな。あんま覚えてないですね。マーベル系は割と外れなしだと思ってますけど。めちゃくちゃ面白いという意味ではなくて、マーベル系って金かかってるんで、それなりに見れるんですよ。ひろゆきはマーベル派 DC 派。でももうどっちもディズニーだから一緒じゃないの？マーベルとディズニーで分ける必要あるの？あれか、名前忘れた。おじいちゃんが好きかどうかだよね。 X メンだったりとかスパイダーマンとかを全部原作をやってるおじいちゃんがいて亡くなれちゃったんですけど、基本的にそのマーベルシリーズの原作、スタンリー、全てスタンリーが考えてるっていう。で、なんだろうね、その今までのヒーローものって必ず筋肉質の超強いやつが普通に悪いものを倒して終わりだよねって話だったんだけど、スパイダーマンって本人あんまり筋肉質じゃなくて、どちらかというとオタクと言われるタイプのいじめられるタイプの子が悪者を倒したりするんだけど、でも別に悪者を倒してたとしても俺って生活できないよねみたいな、結構生々しい部分とかも出てきたりするっていうのがスタンリーの面白いところで、ウォッチメンがねあんまり有名じゃないんですけど、ディズニーがひたすら作る前に作られたアベンジャーズのシリーズでウォッチメンだったっけっていうのがあるんですけど、マーベルの漫画が出てくる中で一番最強なのは誰だコンテストっていうのをやると、まず死なないっていう能力を持ってるデッドプールとか、死なないっていう能力を持ってるゴーストライダーとかっていろいろ出てくるんですけど、その中に時間を超越するっていうキラキラしたおっさんっていうのがいるんですけど、でそのキラキラしたおっさんをさらに巨大化もするっていうのがいて、でそれがこうどう戦うのかみたいな話で結構むちゃくちゃな話なんですけど、ただウォッチメンって一番最初に出てくるしょうもないやつが実はそうなのみたいな伏線の回収の仕方が面白いので、そこを興味を持って見ていただけるとちょっと鼻かみます。マーベル映画って見ますか？はい。見てたら感想を聞きたいです。すごくおすすめです。ざっくりしすぎじゃないですか。マーベル映画って。アベンジャーズということでいいんですか？スパイダーマンってね、4作ぐらいリメイクされてるんですけど、めちゃめちゃ古い昭和の時代の以外は僕全部見てる気がします。はい。なので、その当時のマーベルはディズニーじゃないマーベルですけどね。はい。日本では他国と比べ MCU はそれほど盛り上がっておらず、アベンジャーズといってもバットマンとかスーパーマンでしょみたいな感じで同じ調子で喋るのが困難な状況です。そこでひろゆきさんに MCU の良さを語ってほしいです。またアベンジャーズで好きなキャラがいたら教えてください。アメリカのスパイダーマンがなんか5作ぐらい作ってるとか、いろんなバリエーションがあるよねって日本の漫画ではあまりないんですよ。ドラゴンボールが映画版だけちょっと整合性が取れてないことがあるんですけど、基本的には日本の漫画って一人の作者がきちんと話を作ってるので、大体整合性取れてるんですよ。話の中で死んじゃったけど、やっぱり生き返るとかってないんですよ。ドラゴンボールで生き返るもあるんですけど、一応整合性が取れるんですけど、ただその、アベンジャーズとかの場合は、はい、みんな知りました。で、新しいバージョンを始めますみたいな感じで、新しいバージョンを始めることが当たり前になってるんですけど、日本の場合って死んだ人はもう生き返らないから悲しむわけじゃないですか。でも新しいバージョンだから生きててもいいよねみたいにあんまりならないので、アメリカの場合ってそのスパイダーマンとかでももう脚本家が毎回違うとか監督が毎回違うのが当たり前なんですよね。もともとキャラクターとしてはスターリーが作って原作は作ったんですけど、その後今サザエさんのアニメみたいに本人は作ってないけど、なんとなく脚本とかの人が作ってストーリーを進めてるっていう状態で、どちらかというともうアンドロイドサザエさんとかアンドロイドドラえもんの状態なんですよね。本来の作者が作ってるわけではないので、本来の作者が作ってないという作品に対してはやっぱりちょっと思い入れしづらいよねっていうのは日本の人はある気がするんですよね。サザエさんとかドラえもんとかって子供が見るので、大人でめちゃめちゃ思い入れを持って見る人っていないじゃないですか。で、大人が好きな漫画とかってやっぱり一人の人が書いた整合性の取れてるやつで、ワンピース面白いよねとかの人ってやっぱワンピースは一人の作者がずっと書いてたりするじゃないですか。っていうのがあるので、そこら辺はアメリカと日本のアニメーションとか創作に対する考え方なのかなっていう気がしますけど。
ご存知かもしれませんが、トッキーズニーシーにはタートルトークというウミガメクラッシュと会話ができるアトラクションがあります。その中にクラッシュに質問ができる時間があるんですが、ひろゆきさんは質問したことありますか？もしあったら何を聞いたか、ないなら何を聞きたいか教えてください。1回見に行って結構面白かったんですよね。多分ある程度パターン化してて、皮肉を混ぜたちょっと面白いことを言うっていうのなんですけど、そこの創意と奇妙な感じとか、亀の表情とかも含めて結構面白いので、タートルトーク自体おすすめで。で、多分どういった質問でも、いなし方、答え方っていうのが多分できちゃってると思うんですよね。なので、ディズニーシーの社長の悪口を言ってくださいとか、そういう感じの言い方をしますかね。給料いくらですかみたいなこと言っても、真珠8個だよとかなんかそういう適当な逃げ方をすると思うので、特定個人に関してのコメントをさせるっていうのを僕はやるんじゃないかなと思います。タートルトークって何？ディズニーシーのアトラクションなんですけど、スクリーンの中にウミガメが出てきて、面白いトークをするっていうだけなんですよ。はい、どっから来た人とか沖縄とか、まあ田舎から来たのね、みたいな、浅草の演芸場とかでよくあるような客員室みたいなのをウミガメがやるっていうので、割と新しいよねっていうんで、そのアニメーションとして動くので、なので子供が見てても楽しく見れるみたいな、そんなやつです。はい。タートルトークに千原ジュニアさんが話しかけて惨敗したっていうのがありますね。言うても、まあ、所詮素人がやってるだけでしょ、タートルトークみたいなのが言って、まあ、言うても滑らない話の俺ですよ、千原ジュニアみたいな感じで言って、惨敗したっていう、そういう話が多分 YouTube 探せば出てくるんじゃないかなと思います。さっきタートルトークの質問したやつです。もう一つ質問です。ただ質問の前に断っておくと、これはお嫁さんと一緒に行った場合かどうかを問いません。そしてクラッシュと会話してて結婚しているのが知られたという流れが前提です。もしパートナーへ愛していると伝える Q がクラッシュから出されたら愛してるって言いますか？言いません。なんで言う必要があるのかちょっとわからなかったです。ディズニーシーのタートルトークという何でも質問したら何でも答えてくれる亀がいるんですが、ひろゆきさんならどんな質問をしますか？多分きつい話をすると答えづらいと思うのと、あと生々しいお金の話をすると答えづらいと思うんですよね。タートルトークのスタッフの人いると思うんですけど、ここで働いてるスタッフの人って日給いくらですかとか言うと、多分ふわっとしたなんかサンゴ3つだよとか貝殻3つだよとか適当なこと言ってくると思うんで、日本円で答えてくださいって言うといいんじゃないかなと思います。某夢の組で正社員として働き家族を養っているものです。仕事について周りに聞かれた際に、自分の職業のことを言うと遊んでるだけでしょのような軽蔑の目で見られることが多々あります。自分はこの仕事に誇りを持っていますし、簡単な仕事はありません。最初のうちは我慢していましたが、そろそろ精神的にもきついです。どうすればいいでしょうか？その周りの人がバカなんじゃないの？バカな人を頭良くするのってすごく難しいんですよ。本人が学ぼうと思ってる人を教えるのはそこそこできるんですけど、頭の悪い人を頭良くするのってもしできるのであれば、文科省とかに入って学校を作った方がいいと思うんですよね。某夢の国ってものすごい要求レベル高いし、どんなきつい状況でも笑顔でいなきゃいけないし、掃除のおじさんとかでも質問されたら起点の効いた答えをしなきゃいけないとかっていうので、給料もそんなに高くない割にはみんなハードワークな職場だったりすると思うんですけど、っていうのが分かってる人であれば、あそこ続けてるんだすごいねってなると思うんですけど、分かんない人は分からないので、それはもう頭の悪い人が分からないのはしょうがないよねっていうところで、あんまり気にしないでちゃんと分かる人と話をすればいいんじゃないかなと思います。4月から大学3年生のもので、偏差値45の大学から夢がいっぱいな某テーマパークの運営会社に新卒で入社したいです。どうすれば入社できるか、今できることをひろゆきさんが思いつく範囲で教えていただけると幸いです。無理です。もう一つ質問ですが、その某テーマパークで2年間アルバイトとして公務員の臨時職員として半年間中学生相手に学習のサポートという形で働いていました。この経験は需要はあるでしょうか？どういうこと？アルバイトとして公務員の臨時職員の意味がちょっと分かんないんですけど、公務員の臨時職員としてアルバイトをしていたの、そのテーマパークでってことかな。雇い主は役所だったってことかな。基本的に某オリエンタルランドって正社員ほぼほぼ取らないんですよね。入りたいっていう人たちがいっぱいいるので、アルバイトからスタートして契約社員に上がって正社員っていう道があるので、残念ながら新卒偏差値45でいくのはかなり難易度高いと思います。多分無理だと考えた方が早いです。すげえ偏差値が高くて幹部職員コースっていう形でそれなりの資格が持ってますとか、じゃあ最初から英語が喋れますとかっていうのであれば、じゃあ幹部候補として正社員っていう可能性あるかもしれないですけど、残念ながら偏差値45で何らかのスキルがないんだとするとアルバイトスタートになってしまうので、無理なものは無理だと思います。僕にお金を払ってもらったから僕が言うべきなのかもしれないですけど、多分誰にお金を払っても返答はあんまり変わらないんじゃないかなと思います。
キングダムハーツっていうディズニーのキャラクターが出てくるスクエアエニックスが作ったゲームがあるんですけど、最新版僕やってないんですけど、で、最新版をやった人の話を聞いてるだけですごい面白かったんですけど、ディズニーキャラクターを使うためのルールっていうのがめちゃめちゃ細かいんですよね。ディズニーキャラクターが人を殴ってはいけない、攻撃をしてはいけない、悪口を言ってはいけない。なのでそのディズニーキャラクターって基本的に戦えないんですよ。でも、キングダムハーツをやる人たちってミッキーマウスとかディズニーのキャラクターでアクションゲームができるんだと思って買うんですけど、ミッキーマウスほぼ出てこないらしいんですよね。中盤まで。で、なんか出てくるのも影とかで戦ったりもしないし喋んないみたいな。っていうので引っ張り続けてほんのちょっとしか出ないらしいんですよ。ほんのちょっと出るっていうののために開発期間すげえ伸びたとか結構大変だったみたいな話を聞いてるので、なのでそのミッキーマウスを出そうとするとめちゃめちゃ大変なんですよね。ミッキーマウスとミニーは大変だけど、ブルートは結構楽だみたいな。キャラによってはなんか審査が緩いらしいんですけど、昔でもなんかミッキーマウスのキャラクターで普通に戦うゲームとかあった気がしますけどね。あ、プルートだっけ。はい。ディズニーのサブスクサービスは成功すると思いますか？思います。いや結局そのディズニーって子供映画に関してはほぼ市場を独占してるし、マーベルとかも CG アニメのところもほとんどディズニーが抑えてるので、コンテンツとして強すぎるんですよね。なのでネットフリックスってネットフリックスオリジナルはそこそこ強くなりましたけど、 Hulu とかってそんなに強くないじゃないですか。 Hulu オリジナルってロボットぐらい、アイロボットだっけ。なのでディズニーは Hulu 超えぐらいは軽くいくんじゃないかなと思ってます。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。